はい、始まりました。プロキュリアパートナーズがお送りするサプライヤー値上げの最強のかわし方、プロが実践する鉄壁の初動徹底解説。ナビゲーターのあかりです。解説の高谷です。よろしくお願いします。この番組は会社の利益を守る超クールな仕事調達購買のリアルを初心者の方にも分かりやすくお伝えしていくラジオ番組です。あとはもうプレッシャーやばいってやつだ。大丈夫です。今日の内容をマスターすればむしろあなたの評価も爆上がりしますよ。本当ですか？期待しちゃいます。いやそれにしてももうお悩みがリアルすぎて、高谷さんこれみんな思ってますよね。めちゃくちゃ思いますね。値上げ連絡来た、どう返信しようで画面フリーズするとか。検討しますって返しちゃったけど次どうするのとか。それね、検討しますは実は最強の時間稼ぎワードなんですよ。使い方があるんです。あとはもうプレッシャーやばいってやつだ。大丈夫です。今日の内容をマスターすればむしろあなたの評価も爆上がりしますよ。本当ですか？期待しちゃいます。ではこの動画で得られる神メリット教えてください。はい、まず値上げをかわす鉄壁の初動2ステップ、これを順番にマスターできます。ステップがあるのは分かりやすい。次にそのまま使える書面要求テンプレ、コピペ OK です。これで相手がうっとなる効果的な質問が手に入ります。おお、武器をくれるわけですね。そして3つ目、上司を味方にする報告術。値上げ交渉は一人で戦っちゃダメなんです。組織戦で有利に進めるコツをお伝えします。なるほど。これさえ見ればもう値上げ交渉は怖くないってことですね。ではまず前提ですね。そもそもなんで値上げってくるんでしょうか？喧嘩を売られてるわけじゃないんですよ。まず知っておきたいのは、相手を好きで言ってるわけじゃないケースがほとんどだということです。と言いますと？例えば原材料費の高騰、電気やガスのエネルギー費の上昇、あとは人件費、つまり働く人のお給料の上昇とか。ニュースでよく聞く話ですね。そうなんです。こういう自分じゃコントロールできない要因で相手もマジで苦しいのかもしれない。そっか。だから相手も大変なんだなっていう視点をちょっとだけ持つこと、これが冷静な交渉のスタートラインです。ただしあかりさん、全てがそうとは限らない。大前提の2つ目、やばい便乗値上げを見抜け。便乗値上げ。はい、世間が値上げムードだから、うちもこの際ってしれっと利益を上乗せしてくるパターンです。うわ、そういうのあるんですね。あります。だから調達のミッションは相手の言い分を鵜呑みにせず、この便乗値上げを冷静に見抜く防波堤になるんです。防波堤、かっこいい。どうやって見分けるんですか？コツは相手が提示するデータの精度と論理性をチェックすること。大雑把な説明とか計算根拠が不明な数字には即ツッコミです。なるほど。冷静に見る目が必要なんですね。そしてもう一つ大事な補足があります。法律もちゃんと守ろうねということです。法律ですか？はい。最近は取引法、昔の下請け法ですね。これが厳しくなってるんです。ほうほう。特に中小のビジネスさんとの交渉では注意が必要で、まず協議をちゃんと行うこと。話し合いの拒否は NG です。無視とかはダメだと。あとは相手のコスト上昇分を適切に取引価格に反映しないと買い叩きって言われちゃうかもしれない。厳しい。なので今日教えるかわすテクニックは大事ですけど、それは法律の範囲内で適切に交渉してちゃんと記録を残すことが大前提。これは絶対に覚えておいてください。はい、ルールバッチリ理解しました。ではいよいよ本題ステップ1をお願いします。ステップ1は慈愛の表情で時間を稼ぐです。慈愛の表情。ポイントは、値上げを告げられた瞬間絶対にその場で返答しないことです。即答は絶対 NG です。わかりましたはもちろんダメですよね。ダメです。でもいや難しいですと即答するのも握手なんです。ダメって言っちゃダメなんですか？その場ではダメ。まずは感謝と持ち帰り検討。これでボールを一旦自分のコートに置くんです。なるほど。具体的には何て言えばいいんですか？はい、こちらが神対応テンプレです。お、○○様、大変重要なご提案ありがとうございます。まず感謝ですね。ふむふむ。
会社にとっても大きな影響がございますので、一度持ち帰らせていただき、上層部とも協議の上、改めてご連絡させていただけますでしょうか。おー、これなら角が立たない。そして持ち帰ったらステップ2、冷静沈着に書面でボールを返すんです。ボールを返す？そう、相手に仕事をさせて本気度をチェックするんです。具体的にはこういうメールを送ります。社内での検討にあたり、今回の改定の背景と根拠となります詳細資料を正式な書面でいただけますでしょうか。おー、出た、書面要求。ただ資料をくれじゃなくて、具体的に何が欲しいかを使えます。と言いますと4つですね。新旧価格リスト、価格改定の実施希望時期、価格上昇の主な要因とそのコスト構成比、そして原価上昇の根拠となる客観的なデータ、例えば市況指標とかですね。うわー、具体的。これを全部出せるかっていうのがポイントです。便乗値上げならこの辺のデータが曖昧だったりしますから。なるほど。これが相手がうっとなる質問なんですね。でも高谷さん、これだけの資料をもらって一人で判断するのってめちゃくちゃプレッシャーじゃないですか？いいところに気づきましたね。だから孤軍奮闘は NG なんです。上司を共闘者にする、組織の力を活用するのがマジで大事なんです。 NG な報告はA 社がとんでもない値上げを言ってきてて困ってます。どうしましょう？わー、言っちゃいそう。それは一番ダメなやつです。感情的だし丸投げですよね。じゃあ OK な報告は？ OK な報告はまず客観的な事実を伝えます。 A 社から 10% の値上げ要請がありましたと。事実だけ。そして自分のアクション提案をセットにします。まずはコスト構成費の開示を求め、相手のロジックを精査しようと思いますみたいに。おお、頼もしい。これなら上司も OK、 それで進めて、困ったら言ってってなりますね。そういうことです。いやー、めちゃくちゃ勉強になりました。今日のまとめをお願いします。はい、恐れずまずは鉄壁の初動を。今日からできる3つのアクションステップです。はい。まず1つ目。まず検討しますとだけ返信し、時間を稼ぐ。2つ目。根拠資料を書面でくださいとメールを送る。そして3つ目。上司に事実プラス自分のアクションをセットで報告する。完璧です。だってあかりさん、はい。本当の戦いはここからなんです。今回のはあくまで値上げ交渉における鉄壁の初動。はいはいはい。プロのバイヤーにとって本当の戦いは相手から資料が出てきた後のロジックバトル、それから契約書交渉なんです。うわー、奥が深い。今後さらに深い交渉術ステップ3から7も順次公開していく予定です。それは絶対見ないと。続きが気になりすぎます。見逃さないようにしないと。ちなみにブログ資材調達の羅針盤では交渉に関するさらにでかい記事も公開しているので、そちらもぜひチェックします。というわけで今回の動画が役に立ったな、続きが気になるなと思った方は登録&いいねよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ナビゲーターのあかりと解説の高谷でした。バイバイ。ありがとうございました。